あ、窓あるよ。寒っ。スウェーデンです。組み合わせが有名。虹色がいっぱい。あー、めっちゃいいじゃんそれ。ロングホルメン島を上陸しました。チェックインしたらこのキャビンのこの番号、これは多分船室でね、その船の部屋。パスポート必要かな。 Thank you。 あ、見て見て、これちょっとあの子じゃないちょっとなんかさ、うんち入ってよくあるうんちくんだよね。チケット持ってる？持ってるよ。8713上かな。8階ってこと？あ、そうだ。タイタニックだ。確かにこれ船か。怖い。マジで一番後ろだ。あれだ、最後尾。すごね。しかもこれがカードキーになってるっていう。わ、窓あるやん。で、窓あるやん。めっちゃよくね？めっちゃいい。めっちゃよくない？すごいこれ。ホテルだね。これであれでしょ？ソファーもあるし、ベッドもある。お、シャワールーム。ほら。めっちゃええやん。テレビもついてる。だってさ、俺らここでしょ？普通にここの人とか俺らの反対側の人ってここの人も見れない。同じ値段じゃないよね、さすがに。ここに出るでしょ？こっちのこっち側の人ね、両サイドに部屋があるからさ、ラッキーなんじゃない？超ラッキーってこと？ピアノバーがある。うわ、タックスフリーショップもある。ここがお店なんだね。そうだね。6階が。7階がご飯系か。10階がサンデックスじゃん。しかもトゥルクからだとヘルシンキからストックホルムよりトゥルクからストックホルムの方が景色がいいっていう。ゲームセンターだ。本当に船ですか？何？ 2.5 ユーロ1回。た500円いらないでしょいらなくない？これは。船に乗ってると。まあでもこのサイズのショッピングモールってことだね。動くあるもんね、そのショッピングモールの上がホテルになってますみたいな。横幅はここってことが。いろんなレストランが全然なしではなくない？20ユーロか。楽しいね。これがさ、1人5000円で体験できる。よくない？66、2人で手数料みたいなの取られたから70ユーロ、1人35ユーロ、5000円ちょっと。5、6000円、宿付き、移動付き。怖くない？普通に いつでも落ちれる。あ、晴れてきた。よかった。お、動いてない？出発した？あ、15分だから出発した。上がある。あっち行ってる。うわー、めっちゃ綺麗。うわー、これほんとこの島々のさ間を抜けてくってことよね。超良くない？想像以上の船そして絶景。思わなかった。綺麗だし、景色見えるし。こういうところで寝ました。よく寝れた？うん。すんごい外の景色が綺麗ですね。だいぶ明るいね。何時今？5時半。4人部屋って書いてあるけど3人までしか見つかんないね。やっぱ全てが満たされてる部屋だったな。特別な体験だね。
下から上がってきたっけ？ Matkustajat, olemme juuri saapuneet Tukholmaan. そりゃ何室ぐらいあるんだろうね。3フロア1000室があって各階800人ぐらい来るから2400部屋。バルティックプリンセスに乗りました。ちょっとなんか高待遇じゃない？ほら見てこれ。これ自動ドアなんだ。お、なんか北欧アートがあるよ。スウェーデンは IKEA と H&M だってね。だからさ、うん。結構環境保護とか先進国でも確かにそのジェンダーのやつもそうだよね。そうめっちゃジェンダーっていうか性教育性教育ね。私が学生時代に性教育のことについて調べてて、その時にも結構やっぱスウェーデンの事例とかたくさん出てきた、うんまあ、フィンランドももちろんそうね。日本と比べたら住んでるけど、その教育もティモさんはフィンランドは結構自由なんでしょって言ったら割とうるさい子がいたら注意するけどねみたいな言ってて、スウェーデンとは違うみたいなスウェーデンは自由っていう風な言い方をしてた気がする。うわあ寒寒いです。 IKEA ってスウェーデンの土地だからそうだねフィンランドについてはいろいろ教えてもらったかそうね、確かに教育のことを聞けたね。ら。フィンランドは教育先進国でいろいろと聞いてみたけど、多分細々した違いはすごいありそうだった。例えば教科書とかも先生が選べるとか、部活の指導とかも特にしなくていいし、そもそもないし部活動宿題が少ないとか、アクティブラーニング的なのがすごい取り入れられててみたいな、先生が半分ぐらいしか教えないみたいな、国からこうしろみたいな言われずにこう先生の裁量権が高いっていうのがあるんだけど、なんか俺がトータル聞いてて何が違うんだろうなってなった時に、やっぱりその先生っていうものの地位というか、長年築き上げてきた信頼みたいなものがある。それがもう圧倒的に違うんだろうな。もうさ、先生の信頼が高かったらさ、モンスターペアレンツだって生まれないだろうしさ、自信持って教えることができるだろうし、地位が実際に高いからなりたい人も増えるだろうし、すごいだってあんなんさ、一番やりがい持てるし、なりたい人は多いんだろう。なりたい人、本来なりたい人は多いはずだから、だからそういう何十年も何百年もかけて築き上げられてきた先生っていうものに対する国も市民もみんな信頼してるっていうところが、すぐにじゃあアクティブラーニングそれ入れようみたいな、いやそういうことじゃなくてみたいな、この信頼をどう築き上げるかがめっちゃ大事な気がした。今の日本で主体型のうん授業にしようってなっても、うんすごい逆に大変だと思うんだよね。そうだよね。だから、うん教員の質みたいなところを、でもやっぱ質を上げるにはなりたい人が増えなきゃいけない気がするんだよね。そうでなりたい人が増えるためには、今の先生が信頼される必要があると思うんだよね。モンスターペアレンツなんかに言われないような、やっぱそれこそ働く時間とか、まあ働く時間部活とか、そういうところもまた行事とか、うんなんか先生のそういう労働環境みたいなところはやっぱすごいまた改善していかないとそうねいけない。それはやっぱ土台を整える上でマストだけど、多分それでよしじゃあフィンランドになりましたにはならなくて、やっぱそこから時間をかけてその信頼を築き上げなきゃいけないっていう、うわめっちゃハードだなって思った。フィンランドは教員は修士号を取らないとうんうんうんなれなくて、倍率もすごく高くて、高く先生になるのはすごい難しいっていう。でもひもさんの奥さんがね、実際その特別支援の先生をやってる人で、まあね、労働環境はちょっと違いそうだね。先生とか夏休みもまるまる一緒に夏休みだし、平日はなんか3時ぐらいに言われるって言ってたね。帰れるなんか授業あるのはもちろんだけど帰れるって言ってたよね。で教えるってことが好きだったらさ、めっちゃいい仕事、それ人気よね。それは人気出るわ。フィンランドの生徒はさ、そんなにこう結構勉強時間が短いのにすごい質が高いみたいな、それはどちらかというと記事かな、事前調べかなっていうので、なんかそれどうなんですかって聞いた時に、俺が個人的にすごい面白かったのはそのフィンランド語はめちゃくちゃ
簡単、読むのがこの文字はこうしか発音できないっていう決まりがあって、だからリーディングはフィンランド語はイージーって言ってて、そんな観点持ってなかったんだけどさ、俺らはさ無限の漢字を覚えるじゃん。なんか面白い調査があってみたいな。フィンランドは7歳から小学校がスタート、イギリスは6歳からスタートするんだけど、7歳の子供のなんか平均レベルなのかな、ちょっとよく分かんなかったけど、何かを比べた時に1年早くイギリスの子が勉強してるはずなのに、フィンランドの子の方がいい成績を収めたみたいなことを言ってて、英語を喋れる人も多いって言うじゃん。スウェーデン語とフィンランド語が公用語なんだけど、スウェーデン語よりも英語を喋る人の方が多いって言ってて、映画とかが全部英語のフィンランド語サブタイトルみたいな、小さい頃からその英語の耳になってるっていう、そういうフィンランド語に吹き替えがない。日本はどの映画を見てもそう吹き替えがあるから、そのやっぱ言語のさ、俺ら漢字に何時間かけてんだみたいな。でもなんかね、本当そのニュースとか記事とかでフィンランドは激戦しにくとか言ったけど、最近その成績が落ちてるって言ってたけど、スマホの普及で TikTok 見ちゃうとか、なんかフィンランドに限らず、世界共通の問題だなっていうのは聞いてて思ったね。その生徒主体だから先生の目が行き届かなくてみたいなのかと思いきや、普通の問題だったね。まあでもやっぱフィンランドでも少子化っていう、あとカントリーサイドの過疎化、そこら辺は日本と全く同じだし、女性の権利とか活躍の仕方多分日本よりも圧倒的にすごいじゃんのに、やっぱ少子化になっちゃうっていうところは同じなんだね。やっぱお金かかるからって普通に同じことを言ってんだよね。でもスウェーデンはもしかしたらもうちょっと経済状況がそうね、確かにスウェーデンは人口倍いるから。政治のことも聞いたけど、少子化問題とか、あとはなんだ、税金のかけ方とか、なんかそういうところらへんは言ってたけど、他のさ東欧諸国とか回った時にはさ、やっぱ独裁者がいてとかさ、トルコではあいつらはチーフだみたいな、盗っ人だみたいなことを言ってたり、まあ日本も最近いろいろあるけどさ、そういうのはなくて本来そうだよねみたいな。問題があるのはさ、それは多分問題がある全世界、そこに対して政府がどういうふうな取り組んでるかとか、前向きに、未来が見える。あ、これは良くなるんだろうなっていう、そこで問題出ちゃってるのみたいな感じではなく、そういう問題に対して取り組むのが政治だよねみたいな。なんかタイの匂いがする。なんか東南アジアの匂い。東南アジアだ。っね、ていうね。まあそこはいいなと思ったところです。アクティベイト。75分か。なんという中途半端。T セントレンダ結構でかい駅なんだろうね、集合場所が。高いです。75分チケットが600円。高っ。H&M ホームだって。ほんとだ。H&M ホームやってなさそう。あ、ザラホームがあるんだ。東京駅みたいなもんだもん。ストックホルム中央駅。また明日ここ来たくなるんじゃない？なる。これあれ北欧に全部あんの？それともスウェーデン？エスプレッソハウス。ここ発祥だけど、この辺のここから地域がドイツ。ああ、展開してんのね。いきなりちょっとなんか変なの言っちゃってんじゃないの、あんじゃん。俺ピーチ。これピーチです。20% オフで780円だから1000円だね、もともと。あ、でも大きいじゃん。お、エスプレッソ入ってよ。Thank you。私はチャイラテにエスプレッソがついたというすごい異端児が。ピーチだ。ホストの人と合流しました。お初ですね。初めて知らない人に初めて会った人。これかけてここのキッチンこれ後の月に使って。最近のカウチサーフィンはホステルとして利用することを嫌う人がすごい多いみたいな言ってたじゃん。もちろん私たちもそういうつもりではないけど、でもなんか前のカウチサーフィンのホストのマインドだね。この人はそのホテルとして使ってもらって、旅人が
もっと気軽に気楽に世界旅行できるんだよっていう。旅人の気持ちをよくわかるからって言ってくれたのに、すごいね、そんな人がいるの。すごいね。もう本当ホテルのように使っていいよって言ってくれてるからね。そのマインドがすごい。そう話したい普通に。おすすめの場所とご飯屋さんとカフェと、全部でずらーってね。人と出会うと自分の可能性が広がる。うん、学びがある。まだもっと人間力、うん、そういう気遣いができるんだみたいな。学生街だからめっちゃ学生が2つ大きいユニバーシティがあるって言ってたね、ここら辺に。いいなぁ、ストックホルムで留学とかねえ、ゴミがこんなしっかり分別されてる国はなかったね、これまで。日本はすごいんだなって思ってる。日本と同じぐらいじゃない？だからマジで。あ、いい香りがする。海な気がする。ストックホルムはめっちゃ島々がで成り立ってるから、川か海かわかんないぐらいの。海か川かチェック。薄いよ、塩味がね。私は海より断然ヤマハだな。ヤマハ。こういう山の近くにうん。住んでたいって思う理由はもう一個あって、家の中にいるとさ、うん。虫嫌いがなくなるじゃん。そうだね。虫と共生できるっていうのが大事。ジェノベーゼソースで。美味しい？よかった。ノーマル。デンマークの店。10だから150円。IKEA より安いっていう。リーズナブルなね。ノーマルでした。ヘイヘイヘイ、スウェーデンです。ストックホルム街歩き編です。今日から3日間ぐらい結構ゆっくりストックホルムは楽しめるよね。行きたいお店はいっぱいありますか？ストックホルムは、スウェーデンは。IKEA とか H&M の発祥地ねえ、IKEA 有名だけど H&M は知らなかった。ね、私も知らなかった。うん。あとアバとか。アバね。アバは知らなかった俺。今日は夕方にホストの人とご飯を食べに行くので、ビーガンビュッフェね、普通に楽しみ。楽しみ。まずは H&M ホームです。すごいね。うん。日本にはないよね。日本にで見たことはないね。可愛い花束。こんなこともやっちゃうんだね。これ別に全然日本でやればいいのにね。めっちゃおしゃれ。景色良きやん。渋谷みたいな。渋谷みたいだね。すごいでも綺麗じゃんここ。あんまりさ、その北欧の諸国でどこがこう強いというかさ、優劣あんま意識したことないけど、多分スウェーデンは本当人口多いし都市もでかいしって感じなんだろうね。バルト三国ではエストニアだったしね。そういう力関係おもろくない？わかると。それはスウェーデン。楽しそう。ここ300円3つで安くね。安い。昨日のところで安くね。買っちゃう？え？我慢？あ、靴下ある。靴下あんずちゃんそろそろ 29？450 円5個入り。あんずちゃん買えば？本当にうまくと。スウェーデンとは思えない物価。歯磨き粉とか買ってもいいかも。まだある。その日焼け止めとかまだある。1個なくなってるね。でも今日1個持ってる。でも中に溜まるんだって。だから軽食にそれ昨日買ったクラッカーとは違うの？のブランドの中にクリームがもう出来上がってるやつみたいな。そうそうそう。パプリカ。これ昨日の私たちがクリーム買ったやつ。オオレンジハーブにする。うん。一番人気そう。OK。続いて IKEA に行きます。ストックホルムの街は好きですか？好きです。楽しい？楽しい。どこかしら？ここら辺なんだけど。いい香りがする。もうお腹空いちゃった。なんか IKEA レストランみたいなのもあったよ。とりあえずミートボール食べたいね。IKEA どれ？あ、レストラン？本当だ。ミートボールズ&リス。60。900円。美味しそうじゃん。900円ですこれで。シナモンロールは安かったね。100円ぐらい。ね。
こっちがほぼ900円だよね。こっちが100円。美味しい？ミートボールが有名なわけではない。別に IKEA が。あ、それが有名なの？これは何？ベリー？ベリーソース。まあでもこれは日本の IKEA でも食べれます。このシナモンロールも食べれる？どうだろう。シナモンロールは何で食べたいと思ったの？ここの。あ、ここの？フィンランドのヘルシンキも有名？だけどここ発祥あ、そうなんだ。らしいよ。そうなんだ。このじゃがいもとミートボールとジャムがショットブンラルっていう料理。でもやっぱ芋だね。この北欧は。寒い地域だからね。ね。グスタフ・アドルフの銅像です。彼は獅子王と呼ばれており、スウェーデンを大国化するのに軍事力とかを示した人らしい。なんか結構戦略家らしくて、ヨーロッパの主要な軍事力へとスウェーデンを成長させた人らしいです。なんかここら辺も政府機関かな、ね。なんかそんな感じするよね。オペラ。そう、これ歌劇場で、こっから橋を渡って内側がガムラスタンっていう、まあちょっと小島みたいになってるこうやって小島？小さい島。小島。タヌキほんとこういうストックホルムは島々からなってる面白い首都ですね。すごい大きい建物。何あれ。これは連邦政府庁舎だって。まあこれも政府機関ですね。だからストックホルムはボートも有名だよね。そうなの？その島がたくさんあるから、そのそう旧市街だよね。おしゃれなんかいつも通りな感じ。いつも通りとか言っちゃダメだよ。こちらね。そのガムラスタンっていうのは旧市街全体のことを言うんだね。突然入りますね、あなた。これが有名だから。あ、そうなの？あ、これじゃん、バイキング。可愛くない？かわいい。何それ？スプーン？本当に？いや、わかんない。89っていくら89、1500円ぐらい。ああ持ってるね。可愛い。かわいいね。あ、虹色の旗いっぱいあるね。ヘルシンキではそんな見なかったよね。やっぱスウェーデンなのかな、そこら辺は。ね。圧倒的に進んでんのかそれがあるかもね。な。ね。お、これじゃない？可愛い。ベトナムに負けず劣らずピンク色。これも入れそう？スウェーデンもプロテスタントだって。あ、見て、あそこにほら虹色がいっぱいあります。おなじみ旧市街広場。旧市街にはやっぱ広場を作りがちなのかなどこにもあるよね。ね。ノーベルさんもあれですか、スウェーデンの人ですか？あそこは開くんだ。ミュージアムだから。ああ。ヨーロッパでプロテスタントが主要な国はドイツ、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、アイスランド、イギリス、オランダ、スイス。限定的だね。限定的だし、なんか結構やっぱうん。北欧だったりスイスとか裕福そうな国が多くない？また誰かいるね。まあこれもなんか独立記念碑っぽいな。絶景。多分これが宮殿だわ。宮殿はめっちゃ大規模改修中。いい景色。あの塔はグスタフ、さっきは2世だったじゃん。うん。 3世だって。でその2世はその軍事的な強さを確立した人で、この3世の人は芸術とか美術とかを盛り上げた人だって。だけどオペラハウスで、あそこのオペラハウスかわかんないけど暗殺されちゃったって最後。世界史聞いたことないですけどね、世界史勉強してる時に。グスタフさんは見たことある？ない。北欧の中の歴史的には結構大事なのかもね。うん。こんなに像になったり記念碑になったりするぐらいだから。あれも知らなかった？トルコのさ、アタトゥルク知ってた？知らなかっあんな今でも大人気な。全然知らなかったよね。た。学びきれない。学びきれないね。だって1カ国1人覚えるだけでも195人覚えなきゃいけないわけだしね。バイキングが有名なのはノルウェー、スウェーデン、デンマーク。バイキングって何なの？
バイキングが8世紀から11世紀ぐらいに活躍というか船乗りみたいな感じで、人の名前？いやバイキングっていう多分そういう集団、海賊的な感じ、交易とかを行ったり、たまに略奪とか侵攻とかだらしいよ。まあでもすごいモコモコのやつを着てるイメージあるから寒いところなんだろうねそう雪国。何の建物だろうこれ。普通にレストランっぽいけどねなんだろうこのアメちゃんだ。あ、これあれじゃん、よくあるやつ、カットしていくやつじゃん、よくあるSea salt and vanilla is the flavor. Oh, thank you. Which flavor? Sea salt and vanilla. Thank you. なんか向こうは高台になってるね。ちょっとブダペストのブダ城みたいな。で、寿司バーにああいう旗がついてます。あそこ。座りたい、このベンチ。ね、すごい快適そう。快適そう。わー、景色綺麗。屋根真っ黒じゃない？へー、これはまたエストニアと違うね。こんな黒い屋根じゃなかった。いい展望台じゃん。割と穴場っぽいし。超綺麗。超いい。美味しそう。これなんだろう、カレー？シチューじゃない、シチュー。シチュー？そう、めちゃくちゃ。めっちゃ美味しそう。ビーガン料理だね。The first vegetarian restaurant Yeah. is this one, 1990 something. Ah, this one? Yeah, the first Ah,そういうこと？ Wow. Wow. and even meat. Yeah, really nice atmosphere. Yeah, like you know, if you don't pay ticket and they catch you, you have to pay a fine, and it's like 1,700 crowns, which is crazy because in Germany it's 700 crowns, half of the price, 2万円ぐらい 1,000 crowns, which are Yeah, very expensive. 150 euros fine. Yeah, yeah, yeah. Yeah, but if you are a tourist, sometimes they don't put you a fine because you don't have to pay it in the moment. You have to pay it later. So what tourists sometimes they get a fine, but they just leave the country and they don't come back anymore. Wow. I think this is free as well. Really? Wow. うわ、すごい。うわ、めっちゃいいじゃんそれ。美味しかったね。めっちゃ美味しかった。こんな美味しいビーガン料理食べたことない。ビーガン料理だということを忘れてたよね、普通に。また来たいって思う。ここに来ると。こんないろんなバリエーションを知れてるし、お金もらえるな。それでバイトをしなくて済むようにね。ね、生活費ってことだよね。380ユーロって言ってたね、月。ユニバーシティ代がタダなだけじゃないの。研究費、教材費。あとはその勉強でさえもトゥーマッチにならないようにみたいな言ってたよね。でもやっぱ住んでる人でさえ物価は高すぎって言ってたね。あと公共交通機関も高すぎって言ってたね。どうなんだろうね。確かにそのもらってる額に対して生活費でかかってたらあんま意味ないっちゃないからね。いやーでもすごい楽しかったね。いっぱい話せて。へいへい今日はハイキングをしに行きます。ハイキングというか、お散歩というか、ストックホルムの中でも自然がたくさんある島を目指して歩こうと思います。2時間ぐらいのね、距離だからホストの人におすすめしてもらったロングホルメン島というところまで、ちょっとバス代がね高すぎるからそれの節約っていうのもあるんだけど、1回乗るのに600円。自然を楽しんでいきます。あれ？
すごくない？こんなストックホルムのど真ん中にすごい黒羊さんがいるんだね。羊？ヤギじゃない？でもさ、黒ヤギさんからお手紙ついた。白ヤギさんからお手紙食べた。だってさ、ヤギってあんま無品にならない。黒羊さん聞いたことね。白羊さんもない。白羊さんもないね。盲点。幼稚園児は。かわいいね。かわいい。かわいい。人形マジで。快晴。ストックホルムはだって結構雨降るって言ってたよね。だったらビーガン料理挑戦したいんですか？そう。日本にいた時もね。うん。だけど、あ、そういうことじゃないなっていうことが分かって。日本のお肉がいかに代用できるかみたいなところで、私たちもなんか大豆ミートそう、みたいな大豆ミートのこのさ、ミンチ買ったり角切り買ったり。難しかったね、調理が。ね、なんか全然やっぱ美味しくなくて。うん。でもここのやつは違ったね。お肉を代用できるかっていう考え方うん。が違ったなって思って。シチューとかもあったけど、ただただお肉が入ってない。そう、ひよこ豆が入ってたり。カリフラワーがゴロッと入ってたり。じゃがいも使ってたり。本当バラエティーも豊かで、これだったらビーガン生活できるなって思える。そうね。でもビーガンになるとさ、なんだろう、ベジタリアンよりもまた難しくなるじゃん。使う調味料とかそうだね、調味料とか難しい。気にしなきゃいけなかったり。日本だとまだやっぱ高いからさ、ビーガン調味料とか。そうね。ここはもうほとんど同じ価格でできるっていう。ね、手に入るっていうことね。でバレンティーノさんは自分がやってるだけみたいな、人に押し付けないっていう。結構そういう形で実現してる人が多そうだし、ね、どこのお店行ってもビーガンの選択肢があるって言ってたから、マックとかですら確かあった気がする。ビーガンバーガーが面白かったね。ハンガリーのビーガンの人たちの話も。ビーガンだけどその半としてきた動物とかは食えるっていう、割と何がダメなのかっていうのがすごいはっきりしてる。それはさ、キモさんもすごいなんかドイツの人が来るって言ってたじゃん。時にちゃんとさ、ビーガンの人の用のマヨネーズとかもそうだし、コーヒーとかまでちゃんと用意してた。ビーガン用の？そうそう、ビーガンコーヒーなんてあんの？あるある。コーヒーってダメなの？ビーガンの？ミルクなんじゃない？っていうのも、なんか昨日ビーガンレストラン行った時に、紅茶あったじゃん。隣にコーヒーあってカフェラテみたいな。それが同じパッケージの。あ、そうなんだ。それが冷蔵庫に。キモさん。ほんと。気遣いがすごいね。気遣いがすごいし、やっぱこのホストしてるとそういう人がいっぱい結構来るって言ってたから、ビーガンの人が作る料理とかさ、キモさんにとってちょっと少ないって言ってたじゃん。だから夜にさ、冷蔵庫に忍び込んでクッキーを食べるっていう。ハムを食べて。かわいい。その可愛いっていうのはめちゃくちゃなんていうの、尊敬の念を込めたね。可愛いですよ、もちろん。ほんとすごいね。よかったね。また行きたいね。綺麗な通り。これまた別の島だけど、こんな感じでストックホルムは幾千もの島からなる首都です。島って感じではないって言ってたね。その微妙につながってたりするからみたいな。まあベネチアみたいな感じなのかな。規模のでかめな教会かな。お店？バイバイだって面白い。見て。バイバイ。クラクションの音にみんなが振り向いてたから、やっぱここでクラクションが鳴るのはレアなことなんだろうね。インドの動画とか見てるとすごい当たり前のようになってもう BGM 化して BGM 長かったヨーロッパももう終わりが見えてきたもんね。でまた最後にスペイン。まあね、確かにその喜びがあるね。はい。のり塩。でも見たことないクッキーズののり塩じゃないこれ。確かに。誰？本当にカルビ。アジアンマーケット。揃ってそういろいろ。うわ、見て綺麗。見て。こっちこっち。いい公園だね。バスケもビーチバレーも。緑の島だね。さあやっぱ走って空が広く映るよね。あっちはさ黒い屋根でさ、こっちはオレンジ色。
デフォルメントを上陸しました。すごい本当に緑だらけ。いい場所ね。ベンチに着いてきました。長旅何時に出発したかしら。9時ぐらい？11時だ今。2時間。そして途中で手に入れたドーナツとクラッカーとチーズとハムを挟んで食べたいと思います。お腹いっぱい。うさぎで野生？野生だね。びっくりした。飛び起きちゃった。寝てたら。ビーチがありました。